皆様、今回はですね、結構前にもね、だいぶ好評だった超やべえ煮物もあるんですけども、今回はですね、僕のね、父ちゃんがね、残してくれた我が家のね、ごちそうレシピ、超やべえ野菜漬けをね、作っていきたいと思います。はい。とっても美味しいので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。ということで、早速下ごしらえ入っていこうと思うんですけども、まずは、ナス。こちらをカットしていきます。ここのね、ヘタのね、ギリギリの部分だけカットして、あんまりね、カットしすぎちゃうともったいないんで、ギリギリのところをカットして、まず半分。ちょっとこのナス大きいんで、ちょっとさらにここで3等分にしようかな。そしたら、あとは、縦にして食べやすい大きさに。ちょっと大きいなと思ったら、これぐらい適当にカットしてあげてください。食べやすい大きさに。で、今回はですね、一番最後に生ふりかけの作り方もね、紹介させていただこうと思うんで、そちらもよかったら参考にしてみてください。で、切り終わったやつは全部とりあえずボウルに入れて、きゅうりも同じように、ちょっと、このここのね、先っちょのところだけ落としてあげて、で、半分に切って、これも4等分ぐらいにして切って、同じようなサイズのサイコロみたいな感じの大きさにしてあげてください。きゅうりが3本で、ナスが結構大きいやつだったんで2本です。で、今回はですね、めちゃくちゃ野菜いっぱい入るので、健康にもいいんですけども、そのまま食べるのも美味しいですし、麺やご飯に合わせたり、あと茹でた豚肉とかにね、合わせたりしたらも美味しい料理になってますので。はい。で、こちらをね、切ったやつをこうやって、全部ボウルに入れて、入れたら塩もみしといてください。はい。小さじ1杯くらいでいいかな。塩もみして、他の材料を切ってる間置いといてください。ちょっと塩もみして。ナスはね、変色が早いんで、一緒にやる場合は、一番最後にナスやった後に塩もみした方がいいですね。ちょっと今回、ナスから切っちゃったんですけど。ほんの数秒の時間なんであんま変わんないと思うんですけど、こんな風にして、塩もみして、ちょっと置いといてください。ちょっと量が多かったんで、きゅうりも2本にしときます。で、続いてはこちら、オクラですね。オクラはこれよくネットに入ってるんですけども、ネットに入ったまま板ずりしちゃってください。簡単です。こんな風に。今はまな板の上でやってるけど、みんなは、流しでやってあげてくださいね。そしたらこんな風にこうやってやってあげれば、いい感じに取れます、トゲも。で、よく板ずりしたら、水洗いして、ここのね、先端の部分だけカットしてあげて、後ろ側も最後、ちょこっと残ったやつはカットしてあげるんですけど、そしたらあとはまた食べやすい大きさにカットしてあげるだけです。オクラはね、やっぱ、ちょっと入れてほしいですね。個人的に。ギリギリまで。このね、この部分とこの部分だけは取ってあげてください。で、カットした野菜は、綺麗なね、つける用の器にどんどん入れちゃってください。続いては、よく水洗いしたパプリカですね。はい。パプリカもね、入れるとね、めちゃくちゃうまいですよ。この上の部分だけ取って、あとこの綿の部分取っちゃってください。こちらも食べやすい大きさにさいの目切りっぽくするだけですね。やっぱ彩りがね、入るとね、さらに美味しそうにも見えるっていうのもあるので、ぜひ入れてみてください。でも、入れるね、野菜は本当お好みでいいんで、お好きなものを入れてみてください。はい、こちらもカットしたらどんどん中に入れていきます。パプリカはね、生でも食べられるんで、
このままで大丈夫です。で、そうこうしているうちに、はい、こちらですね。塩もみしてた方の、こちらがもうだいぶ水が出て、わかるかな？だいぶ水が出てきてるんですけど、こちらをね、もう水洗いしちゃっていいんで、水洗いして、余計な水分だけ取っといてください。塩もみして、アク抜きと、きゅうりのですね、臭みですね、を取ったものがこちらですね。水で洗って、軽く絞ったら、こちらももう容器に入れていきます。続いてはこちら、カブですね。カブは、葉の部分は切ってください。で、葉の部分は捨てずに生ふりかけに使うので、捨てないようにしてください。で、ここの、本当の先端の部分だけこう切ってあげて、ここの部分がね、結構汚れ溜まりやすいんで、ちゃんと水洗いしてあげてほしいんですけど、ギリギリまで使ってあげてください。で、葉っぱはね、捨てずに残しておいてください。で、カブの皮を剥いていきます。では、綺麗に皮を剥いたカブですね。こちらは半分に切って、こちらも食べやすい大きさに切ってもらえれば大丈夫です。半分にして、縦3等分ぐらいにして、あとはまた横に倒して、横に切ってから、くるんとして、こう、さいの目に切ればいいだけですね。細かければいいんで、そんなにね、気にせず、適当に切っちゃってください。で、先ほどの、カブの葉は、こちらね、テープのところを切って、こちらも細かくカットしといちゃってください。で、そしたら水洗いして、水気切っといてください。このね、生ふりかけがね、まためちゃくちゃ美味しいので、普通のね、ふりかけで食べるのとはね、別格なんで、ぜひ皆さん、試してみてください。はい、さっきのこっちの根元の部分もね、できるだけギリギリまでもったいないんで。ではこちら水洗いしてよく水切っておきます。ではラスト包丁を使う作業は薬味ですね。薬味で終わりです。大葉と、みょうがと、生姜ですね。で、大葉は、ここの、全部よく水洗いしてくださいね。ここの先っちょの、尻尾の部分だけカットして、くるくるーっと巻いて、千切りしてあげるだけです。薬味はね、たくさん入れてほしいですね。じゃあ続いて、みょうがは半分に切って、こちらも千切り。で、このまんまでもいいんですけども、ちょっと食べやすいね、大きさにするために、こちらも少し、これぐらいの大きさに、細かくしておきます。みょうががね、苦手な方もいるんですけど、もちろんね、入れなくてもいいんですけど、入れるとね、風味が良くなるんで、お好きな方は、ぜひ入れてみてください。ちっちゃいお子さんがいる方はね、苦手な方多いと思うんで、抜いてあげてください。僕もちっちゃい時は食べれませんでした。よいしょ。で、よく洗った生姜なんですけど、生姜はね、どれぐらいがいいかな。そんなにね、たくさんはあれなんだけど、まあこれぐらいかな。これぐらい。これぐらいで大丈夫です。で、気になる汚れがあったら、皮むき器で切ってほしいんですけど、基本的にはもう皮のままで、僕はいつもやっちゃいます。まあ気になる方は取っちゃってもいいです。生姜も適当にもある程度細かくなってれば OK です。これは生姜も、こんな感じでちょっと細かめにカットしたら、ちょっとこれ量が多かったんで、これの半分ぐらいでいいかな。生姜はね、薬味としても使えるんで、切りすぎちゃった場合は残しといて後で使ってあげてください。まあこんなもんでいいかな。はい、これで包丁使う作業は以上なので、タレの方を作っていきたいと思います。続いてタレの方を作っていきたいと思うんですけども、まずは、はい、醤油ですね。醤油。こちらを 100ml。はい、100ml。はい、続いてがこちらですね。めんつゆ。これでね、カツオの出汁とかもね、入って味に深みが出ますね。こちらを 50ml。こちら 50ml ですね。はい、続いてがこちらです。みりん。みりんは 100ml です。
みりん 100ml。はい、続いてこちら、お酒は 150ml です。お酒 150ml。はい、続いてがこちら、丸鶏ガラスープ。はい、鶏だしを合わせるとさらに深みが出て美味しいです。こちら大さじ1/2ぐらい。大さじ1/2。で、続いてがこちら、酢。こちらを大さじ2です。続いて、とりあえず最後なんですけども、豆板醤。こちらを大さじ1/2。辛いのが苦手な方は赤味噌と少々のニンニク混ぜてあげる感じでも大丈夫です。代用としてコチュジャンでも大丈夫ですよ。そうしたら火をかけてあげて、一煮立ちさせてアルコールを飛ばしてあげてください。かき混ぜてね。では一煮立ちさせてアルコールが飛んだら火を止めて、軽く洗った干し椎茸2つ。で、先ほど細かく刻んだ生姜、こちらを入れてあげてください。で、そうしたら粗熱が取れるまで冷ましてあげてください。では、最後、タレをね、入れていきたいと思います。かなり山盛りになっちゃったんですけども。僕はね、綺麗に見えるように、こんな風になってるんですけども、皆さんはね、ちょっと大きめのね、タッパーに入れてやってください。では、タレを入れたら、よくかき混ぜてあげてください。では、こんな風によくかき混ぜ終わったら、ちょっとかき混ぜづらかったんで、大きなボウルで混ぜたんですけども、最後にこちら、はい。大さじ1/2の塩昆布。それから、はい。お好み量の唐辛子ですね。これが入ることによってね、味がめちゃくちゃ締まります。僕は1つかみぐらい。で、最後に、こちらですね。たっぷりの白ごまです。はい。これを入れてあげて、さらによくかき混ぜたら、こちらで、父ちゃんが残してくれたごちそうレシピ、超やべえ野菜漬け、完成です。ですね、もうね、結構ね、濃いめな味付けなんで、このままでもすぐ食べられるんですけども、半日ぐらい置くと、さらに味が染みて美味しくなります。で、味の濃さなんですけども、結構濃いめに今回作ってるんですよ。そうめんとか、うどんだったりとか、お肉とかにも合わせられるように。なので、このままね、食べたい方は、味見してから、さらに少し薄めてあげたりとか、あともっと野菜を入れてあげるとかして調整してあげてください。じゃあ実際食べていきたいと思います。では、早速、本日はですね、そうめんに合わせていただきたいと思います。いただきます。まずもうかけちゃって。もうじゃあ、この上に、いやもう、映え。じゃあ、いただきましょうか。いただきます。いただきます。抜群にうまい。最強だね。やっぱうまいわ。マジで美味しい。パプリカいいね。いいアクセントです。いやもうやっぱさ、でもこの深みのある味がね、いろんな出汁をねプラスさせてるからめちゃくちゃ味が深いんですよね。うまい、ほんまにうまい。あといろんな野菜の食感も最高だね。うん。これ冷製パスタとかでこれ作っても美味しそう。
そうめんがもう秒でなくなったから、あとはもうこの具材をね。いやこれはほんとみんなに作ってもらいたいな。で豆板醤と唐辛子も入れてるんですけど辛くはないよね、本当にコクが出てるって感じなんで、小さいお子さんでも食べてみると意外と全然辛み感じないです、ほんの少し最後にピリッとするぐらいなんで、まあ苦手な方はね動画でもお伝えしてるんですけど赤味噌とニンニクで大丈夫なんでちょっと我慢できずにもうものの数分で食べ始めてるけど明日から楽しみだよねよりね。もうでも全然味がしっかりしてるから、あと細かく刻んでるから染み込みも早いしね、あとこの逆に最初の方がさまだ野菜からそこまで水分が出てないからさ、このシャキシャキ感もすごい味わえると思う。でも染みた方もねどっちもうまいから試してほしい。ということで本日はですね、漬けるだけでとても簡単にできる超やべえ野菜漬けを作らせていただいたんですけども、動画でもねお伝えしている通り出汁がねたくさん入っているので、この出汁の風味がねめちゃくちゃいいんですよ本当に。でそれがね複雑に合わさってることによってよりね深みのある味わいになっているのでね、ぜひ皆さんに作っていただけたらなと思います。あとはやっぱね野菜のねこのねさいの目に切ってるこのねゴロゴロ感がねめちゃくちゃ絡んでいろんなものに合うので、今回はそうめんだったんですけども、ご飯だったりとかあとお蕎麦だったりとかあと豆腐もいいだろうね、豆腐とかそういうのでもねあっさり食べられてとっても美味しいですし、これからの季節にねぴったりだと思うのでぜひ皆さん作ってみてほしいなと思います。はい、ということで本日は以上になります。最後にね生ふりかけの作り方もあるんでそちらもぜひご覧ください。じゃあ以上になります。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。最後、おまけのコーナーでございます。生ふりかけですね。これ本当に簡単なんで、ちょっとできちゃうんで、ぜひ皆さん作ってみてほしいんですけど、こちら先ほど余ったカブの葉ですね。こちらを使います。で、プラス用意していただくのは、鰹節。はい、こちら、鰹節ですね。これ 1.5g。まあ、今回の量だと3袋ぐらいは使っても大丈夫かな。じゃあ、こちらも使って、早速作っていこうと思うんですけども、火をつけて、はい、ごま油少々。そしたらちょっと熱します。はい、で、フライパンがいい感じに温まってきたら、カブの葉入れてきます。はい、そして軽く炒めてごま油が回ったら、こちら、鰹節全部入れていきます。いや、もう一袋入れてもいいかな。もう一袋足します。そしたら、水分がちょっと飛ぶまで、よくかき混ぜて熱してあげてください。はい、じゃあ軽く炒め終わったら、一旦火を止めて味付けしていきます。正直いつも目分量なんですけども、ちょっと今回は測りながらいきますね。醤油大さじ2。みりんも大さじ2。で、お酒は大さじ1。で、お砂糖が小さじ1。小さじ1。もうこれだけです。もう一度火をつけて、これの水分が飛ぶまで炒めます。このふりかけがね、まためちゃくちゃご飯進むんですよね。めっちゃ美味しい。栄養もいっぱい取れるしね。味見してみます。もううまっ。これぐらい水気が飛んだら大丈夫です。火を止めて最後にお好み量、いりごまですね。いりごまを入れてあげて、たっぷりがいいですね。この辺は適当でいいです。たっぷり入れて軽くかき混ぜたら、こちらでカブの葉とカツオの生ふりかけ完成です。はい、こちらはね、ご飯と一緒にぜひ食べてみてください。本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。